どうも、YouTube で送り人なんて言葉、ついつい検索しちゃったことありませんか？今日はですね、そのキラキラした夢のすぐ裏に、ぽっかりと口を開けてる危険な罠、そう、仮想通貨詐欺についてがっつり解説していこうと思います。甘い言葉にホイホイつられて、大事な資産を溶かしてしまわないように、しっかり知識を武装していきましょう。99.99999% 上がる。いやいや、こんな言葉あなたなら信じますか？でも、こういう一見するとありえないでしょって思うような甘い言葉の裏にこそ、すごく巧妙な手口が隠されてるんですね。今回はそのからくりを一緒に暴いていきましょう。はい。今日の流れはこんな感じです。まず、なんでこんなに仮想通貨が YouTube で盛り上がってるのかっていう背景から入って、じゃあどうやってやばいチャンネルを見抜くのかっていう具体的な方法、そして実際のインフルエンサーの手口をケーススタディで見て、被害に遭った人たちのリアルな後、そして最後には彼らが今どうやって戦っているのか、ここまで見ていきたいと思います。さて、まず最初のセクションです。そもそもなんで私たちって YouTube で仮想通貨の情報をこんなに探しちゃうんでしょうか？まあ、答えはめちゃくちゃシンプルですよね。そう、一攫千金。心のどこかでみんな夢見てるからなんですよ。見てください、この数字。4231倍。これ、あるインフルエンサーが、たった一つのコインでこれだけ儲けたって言ってたリターンなんです。いや、もうありえないでしょって思うんですけど、でも、こういうぶっ飛んだ成功体験を見せられると、人間の冷静な判断力っていとも簡単に麻痺しちゃうんですよね。そして気づけば、熱狂の渦に巻き込まれていくと、もちろん YouTube にある情報が全部嘘だっていうつもりは全くないです。でもね、一部の悪意ある人たちにとって YouTube が情報弱者をかもるための絶好の狩り場になってるっていうのも、これはもう厳しいですけど紛れもない事実なんです。じゃあ、どうすればその危険なチャンネルを見分けられるのかって話ですよね。ありがたいことに世の中には藤間さんみたいに詐欺的な情報を監視して警鐘を鳴らしてくれる、まあいわば番犬みたいなチャンネルも存在するんです。彼らがまとめた怪しいチャンネルの共通点、ちょっと見ていきましょうか。このリストすごくよくできてますよね。一つ一つがバラバラに見えて、実は全部つながってるんですよ。まず、匿名で正体を隠すでしょ。そして、LINE みたいな誰も見てない閉鎖的な空間にあなたを誘い込んで、外からの冷静な声が届かないように孤立させる。で、仕上げに、投資は自己責任っていう魔法の言葉を突きつけて、高圧的に煽ってくる。これ全部、何かあっても自分は一切責任を取らずに、あなたを都合よく操るための計算され尽くした罠なんです。さて、じゃあ、今のリストにあったような手口が実際にどう使われるのか。ここからは、たけしと呼ばれるあるインフルエンサーの事例を具体的に見ていきましょう。彼の言葉がどうやって人々を熱狂させて、そしてどうやって絶望の淵に突き落としたのか。その一部始終です。今すぐ買わないやつはザコザコザコ。信じられます？これ、彼が実際に使ってた言葉なんです。めちゃくちゃ攻撃的ですよね。こうやって、買わない人を列を取っているみたいに扱って、このビッグウェーブに乗り遅れたらおしまいだぞっていう、いわゆるホモ、取り残される恐怖を極限まで煽り立ててたわけです。そして、これがその熱狂の果てに待っていた結末です。それを信じて買った人は、私も含めみんな、無残に壊滅しました。この元フォロワーの方の言葉、あまりにも重いですよね。すべての悲劇がこの一言に凝縮されてる気がします。この表をちょっと見てください。左側では、これは確実だ。とんでもないことになるって断言して買わせようとするわけですよ。でも右側を見てください。投資は自己責任。どうなるかわかんない。ちゃっかり逃げ道を用意してるんです。つまり価格が上がれば、俺のおかげだろうって言って、もし下がっても、いや、自己責任って言ったよねって逃げる。どっちに転んでも彼らは絶対に損しない。本当に狡猾なやり方です。では、彼を信じた投資家たちは、一体何を失ってしまったんでしょうか。ここからは、ただ失われてお金の話だけじゃなくて、もっと深い、彼らが心に負った傷についても見ていきたいと思います。これ、ある被害者の方の資産状況をグラフにしたものです。見ての通り、投資したお金の 95% が消えて、
残ったのはわずか 5%。例えば100万円投資してたら、手元に残ったのはたったの5万円です。これってもう損失っていうレベルじゃないですよね。資産が文字通り蒸発しちゃったんです。でもお金以上に深刻なのが、やっぱり心の傷なんですよね。被害に遭った人は、騙された自分がバカだったんだって自分を責めてしまう。そして恥ずかしくて誰にも言えずに声を上げられなくなってしまうんです。そしてその沈黙こそが詐欺師たちにとっては好都合なわけです。何事もなかったかのように、また次のターゲットを探しに行く。この最悪なサイクル、どこかで絶対に断ち切らないといけないですよね。でも彼らはただ泣き寝入りしたわけじゃありませんでした。絶望のどん底からなんとか立ち上がって孤立を乗り越えて今声を上げ始めてるんです。最後のセクションではそんな被害者たちのいわば反撃の物語を追っていきましょう。彼らがすごいのはその悔しい感情を具体的な戦略に変えたことです。まずステップ1、口座凍結。これはもう応急処置ですね。これ以上の被害拡大と証拠隠滅を防ぐ。そしてステップ2、あらゆる機関への通報。これは一人一人の声を束ねて、これは個人の投資失敗じゃなくて、社会的な事件なんだぞって当局にアピールするため。そして何より大事なのがステップ3、コミュニティの結成。もう誰も一人で悩ませない、組織的な力で立ち向かうぞっていう強い意志の表れです。まさにこの言葉に尽きると思います。一人の声は小さくても集まれば力になります。彼らはこの言葉を信じて今まさに行動を起こしているんです。さて、最後に、あなたにもちょっと考えてみてほしいんです。こういう問題って全部自己責任っていう言葉で片付けてしまって、本当にそれでいいんでしょうか？ YouTube みたいな巨大なプラットフォームとか、あるいは私たち社会全体に何かできることはないんでしょうか？このデジタルのいわば無法地帯で自分の身を守るために、そして次の被害者を出さないために、そろそろ私たち一人一人が真剣に考え始める時なのかもしれませんね。